カピラボ。皆さんどうもこんにちは。まだまだウルトラワイドなカキさんです。今回はデスクの上が綺麗ですね。ということはあれをやっていきます。モニター新製品レビュー。今回は、以前にも紹介したモニターメーカー、イノ CN のウルトラワイドなゲーミングモニターを強奪してきました。怪しいメーカーのモニターレビューしてきますよ。前回モニター強奪したばっかりやろって？あのモニターは娘に強奪されました。というわけで今回は前回よりもさらにウルトラワイドなゲーミングモニターとなります。今回も開封レビューをしながらモニターの設置をしていきたいと思います。それでは今回の流れのご説明。まずはメーカーや商品名や簡単なスペックのご紹介。次にモニターの外観や開封をしながら中身の確認、そして設置作業をしていきます。設置が完了したら実際に様々な用途で使用してみたいと思います。それではまずはメーカーの紹介などからやっていきましょう。というわけで前回もしましたが、今回も軽くメーカーの紹介。このメーカーは2014年に設立された新興メーカーですね。ハイエンドモニターや業務用モニターの研究開発や販売をしているメーカーとのことです。サムスンやシャープともパートナーシップ協定を凍結していたり、提携先の顧客にはエーサーやギガバイト、MSI などもあるようです。新興だけれども怪しいメーカーではないですね。それでは今回のレビュー品の紹介をしましょう。今回のレビュー品はこちら、WR40 Pro というモニターになります。簡単にこのモニターのスペックを紹介するとこんな感じ。21対9の UWQHD、144Hz 対応、応答速度速い、IPS パネルでノングレア、高輝度で色域広い。没入感すごい、そして、でかい、ただただでっかい、そんな感じのスペックとなっております。パネルが IPS でノングレアなのはいいですね。正式には IPS じゃなくて ABS パネルな気もするけど、同じ構造、同じ原理らしいから作り的には変わらないみたいだけどね。スピーカーも内蔵しているので、音質にこだわらなければ別途スピーカーを用意する必要もないです。ちなみに現在の価格はクーポンと割引コードを適用すると、最大2万円引きの6万2990円。割引コードは10月末までらしいです。価格的にはかなり頑張っていると思います。リフレッシュレートは 144Hz 出ますしね。今回はしっかりとゲーミングモニターです。このスペックを見ると、ゲーミング以外にも編集用途などにも良さそうですよね。それでは実物を見ていきましょう。いや、でっけー。箱の状態からしてとにかく大きいです。箱の横幅は約 120cm、高さは約 53cm あります。私の机の横幅は結構広いんですが、これで目いっぱいですね。重さは 13kg くらいなのかな。大きさもあるからパワフルな方でないと、一人で持ち上げるのは厳しいかもしれないですね。これ、開封しながら見せていくのは厳しいので要所撮影していこうと思います。箱を開けてみるとこんな感じ。内部の梱包は発泡スチロールでしっかりとしてありました。それでは付属品から見ていきましょう。付属品一覧はこんな感じ。相変わらず付属品は充実していますね。説明書となんかの紙、クリーニングクロスと手袋、VESA 用のマウンタ、ケーブル類一式、ドライバーとネジが入っています。説明書はしっかりと日本語表記で記載されています。手袋はこのタイプよりも滑り止めがついた軍手を使った方がいいんじゃないかな。モニター落としたら大変だしね。レサハ 75×75 のマウンターですね。モニターアームを選ぶときは耐荷重と VESA 穴の規格に注意が必要です。接続ケーブルは DP とタイプ C ケーブルのみとなります。HDMI は付属してないんですね。ということは HDMI では 144Hz でないのかもしれません。ここら辺は後ほど確認していきましょう。それではモニター本体を見てみましょう。モニター本体はこんな感じ。横幅は広く平面なモニターとなっています。3辺のベゼルも狭そうですし見た目はかっこいいですね。これだけ横に広いとサブモニターが不要になりそうですね。ちなみに大きさは約 94cm×42cm となっていました。Amazon 販売ページのサイズよりも実物は小さいです。このあたりは注意ですね。電源ボタンと操作スティックはモニター下部についておりました。いやー、これはありがたい。よくモニター裏の右端とかについてることが多いんですが、そこにあると意外と使いにくいんですよね。この部分の方が圧倒的にいじりやすいと思います。それに吸排気口もモニター下部にあるのみなので、ホコリの侵入なども気にしなくて大丈夫そう。そしてモニター裏面はこんな感じ。マジか。モニターへの入力端子はこういうタイプとなってました。正直これは微妙。壁掛けも想定しているならケーブルが下に出るような作りの方がいいですよね。スタ
タンドなら問題ないけど壁にケーブルぶつかっちゃうもんね。これだとケーブル曲がるので私はあまり好きではないです。これはマイナスポイントだと思う。端子は HDMI が2つ、DP が1つ、映像出力と給電にも対応した USB Type-C が1つ、音声出力がついておりました。あと、モニター裏面は盛り上がった感じのデザインになってるんですが、湾曲モニターじゃないから個人的にはフラットの方が良かったかなと思います。他には裏面に LED が埋め込まれているようです。これは嬉しい。色は設定から変更可能となっております。消灯も可能です。それでは早速設置をやっていきましょう。まずはスタンドの組み立てですね。スタンドの固定方法はベースに差し込んでネジ止めするタイプですね。3箇所ネジ止めをしたら固定は OK。これでスタンドの組み立ては完了です。このスタンドをモニター裏に合わせて差し込みます。カチッとなったら組み立ては完了。以上で完成です。組み立ては簡単ですね。少し揺すってみましたが、外れたりはしなそうです。安定性は悪くないですね。立てた状態でも揺すってみましたが、倒れたりはしない感じ。多少の揺れではびくともしないでしょうね。重量は約11キロあるので結構重いです。サイズ的には普通の重さではあるとは思いますがね。次にスタンド運用の場合の角度を見てきたいと思います。画面の前後チルトは後ろに15度、前に5度となっています。左右は各15度となっており、このサイズだと考えると十分な可動域だと思います。机からモニター下までの高さはモニターを一番下げた状態で 8cm、モニターを一番上げた状態で 17.5cm となります。机スレスレまでモニターを下げることはできません。それにさすがに縦置きには対応してないみたいですね。では次にモニターアームを使用する場合のご説明。まずはこのモニター裏のネジの取り外し。次に付属のマウンターをモニター裏にネジ4本で取り付けます。マウンター取り付けが完了したら、モニターアームの金具を取り付けします。モニターアームによって取り付け方法は変わりますが、金具の取り付けは以上で完了です。これをアームに取り付けると、こんな感じになります。スタンドが結構大きかったので、運用はモニターアームが良さそう。これなら机の上のスペースを有効活用できます。横幅が広いので、モニター自体がアームの支柱に干渉しますがこれは仕方ない。壁にギリギリ寄せたいって場合は、こういう壁に取り付けるタイプのモニターアームがおすすめです。私はこのままモニターアームに取り付けて運用してみたいと思います。それでは実際に使用してみましょう。まずは設定項目の確認。こちらのモニターも設定項目はしっかりと日本語表記がありました。様々なゲームに対応したモード設定など細かい設定が可能です。標準の表示やフリーシンクの設定、画面分割などの設定もここから行えます。リフレッシュレートを確認したところ、HDMI ケーブルでは 100Hz までしか対応していませんでした。また Type-C ケーブルは 60Hz までしか設定ができないらしいので、この辺は注意が必要だと思います。144Hz をフルに活かすには DP ケーブルでなくてはならないようです。では DP ケーブルを接続して画面を見ていきましょう。まずは映像を流して発色や視野角を確認してみます。私の主観ですが、発色は高輝度や高色域を売りにしているだけあって、めちゃくちゃ綺麗です。視野角も上下左右色々な角度から見てもとても見やすいです。しかし左右に大きいだけあって、デスク環境で使用する場合は視線の移動が必要となりますね。頭を少し左右に振って確認する感じ。映像を見るだけなら少し離れてみるのが良さそうです。これ映像を見るにはすごいいいですね。21対9のコンテンツを見るのはめちゃくちゃはかどります。逆に、16対9しか対応してない映像だと横にデッドスペースができます。このスペースはもったいないですね。次にブラウジングをしてみましょう。40インチもあるとレスポンシブ対応サイトでも少しもったいないです。このサイズだとブラウザを3枚表示させたりすることも可能なので、複数のタブを開いて情報収集したりするのにも便利そう。この表示領域はエグいです。例えば、複数チャートを表示させながら株や FX 等の取引をしたりするのもこのサイズなら1枚のモニターで完結できるのがいいですね。また、複数画面表示のような機能もあるので、使用用途の幅は広がりそうです。この画面分割機能はある程度サイズの設定も可能です。しかし、分割した場合は両方の画面のリフレッシュレート上限が 60Hz となります。ここは注意が必要ですね。誰か画面分割機能の最高な使い方を教えてください。あと分割機能で気になる点が1点。映像が切り替わるとき一瞬シグナルがなくなると画面全体がブラックアウトします。これは残念。あくまでも分割はおまけくらいに考えておいた方が良さそう。
次に動画編集や事務作業。このような作業にこのモニターはとてもマッチします。動画編集はものすごいはかどりますね。センターに編集画面を出して、左右に素材フォルダを配置するやり方や、ちょっと調べ物をしたい時に編集画面を邪魔せず、横にブラウザを出したりできます。本当にそういう用途には便利だと思います。また Excel などの入力作業では、横の表示域が増えるので作業性も向上しますね。動画チェックしながら作業したり、ぼちぼち確定申告の打ち込み作業もしなきゃな。嫌なこと思い出したわ。では次にゲームをやっていきましょう。まずはコンシューマーゲーム機を接続してみます。使用したのは任天堂スイッチ。こちらは画面アスペクト比が16対9になるので、このモニターのサイズに合わせるとかなり間延びします。このモニターはコンシューマーゲーム機ではいけないですね。プレステ4やプレステ5もアスペクト比は一緒なので画面が横長になってしまいます。このモニターを活かすにはやはり PC で使用するのが一番ですね。では PC でゲームをやってみましょう。今回は Apex をプレイしてみました。まずは16対9での視野角に設定してみてみましょう。通常のモニターの視野角はこのような感じです。これが21対9になるとこんな感じ。かなり左右の視野角が広がりますね。情報量がかなり多くなります。その代わり少し遠くから見るか、左右の確認に軽く頭を振らなければいけなくなるので、人によってかなり好みが出るかなと思います。三人称視点でのゲームには向いてそうです。ちなみにうちの息子は24インチに慣れているからやりにくいと言っていました。慣れとかもあるでしょうね。映像はリフレッシュレートが高いだけあって、非常にヌルヌルと動いています。敵の動きなども見やすくなったと言っていました。ここら辺はさすがゲーミングモニターですね。では次に違うゲームも見てみましょう。次はレースゲームも試してみました。タイトルはアセットコルサ。いやー、レースゲームでの没入感はいいですね。これは視野角が広くなり周りも広く見えるようになるのでプレイが楽しくなると思います。16対9での視野角では見えなかった部分も描写されてかなりいい感じです。入ってくる情報量が違います。さらに湾曲していたらこのゲームにはもっとマッチしたと思う。やはりゲームによって向き不向きはあると思いますが、レースゲームや横スクロールシューティングゲームにはとても合うでしょう。表示される領域が広がると臨場感が増えますね。好みにはよりますが、PC でのゲームには非常にマッチすると思います。とりあえずにタイトルやってみましたが、PC でゲームをやる際に注意点が一つありました。それはパソコンのスペック。このモニターの解像度が UWQHD なだけあり、144Hz を出そうと思うとそれなりにパワーが必要です。ゲームにもよりますが、最新グラフィックボードでもこの解像度を活かせないこともあります。自身がやられたいゲームに PC スペックが対応しているか確認が必要です。モニターだけ対応していても PC がパワー不足では意味がないですからね。ということでここら辺でレビューは終了。まとめに入りたいと思います。ということで今回は NCN のウルトラワイドモニターを紹介しました。今回のモニターはゲーミングだけではなく動画編集や動画視聴にも使えるとてもいいモニターだと思います。気になる点というか、難点は映像入力端子部分だけかなと思う。ケーブル負荷もかかるし壁側に端子が出るのはちょっと嫌かな。モニター自体は色味のバランスもいいし、コスパはかなりいいのではないかなと感じました。40インチ 144Hz と考えると、値引きが入れば他社よりかなり価格は頑張っていると思います。あとは耐久性がどうかですね。耐久性は現在のメインモニターと入れ替えてしばらく使ってみようと思います。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。マジでこれでかいわ。スペース的に壁掛けにしたいな。壁の改造しようかな。